どうも、えりです。今回は包丁の研ぎ動画となっております。今回の研ぎのテーマというのは、刃線の乱れの修正です。では早速、今回研ぐ包丁っていうのがちょっと特殊で、こちらにあるんですけど、これがね、貴重も貴重なんですよ。実際にね、ここに2本、このね、包丁があるんですけど、これね、もう扱うのが本当にね、こちらの包丁、玄海さんという方がね、いるんですけど、それは以前山脇刃物さんの動画で、この玄海さんが一体どういった人かっていうのは軽く紹介させていただいたので、ぜひそちら見ていただきたいんですけど、この玄海さんがね、もうレア中のレア、もう超レアなんですよ。もうね、めったに手に入らない。もう聞いた人からしたら喉からね、手が出るようなほど、これはね、欲しいような包丁だと思うんですけど、そんな包丁が今手元にあります。で、実際今回のこの包丁っていうのは、ぜひ研いでほしいということでご依頼をいただきました。で、あともう一本こちらですね。こちらの包丁があるんですけど、こちらも玄海さんの包丁です。こちらの銘が入ったね、この包丁っていうのは動画の後半でさらに紹介したいなっていうのと、あと、こちらの包丁のその持ち主ですね。このご依頼主さんの、この包丁に対する思いですね。この包丁との出会いだったりとか、そういったのもね、ぜひ紹介したいなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今回の包丁はこの2本とも白2の本焼き、水本焼きというものです。本焼きといったらね、もううん十万するのが当たり前で、さらに水焼きですね。以前ね、この本焼きのこととか水焼きのことっていうのは紹介したので、こちらでぜひご覧ください。で、今回はその白に水焼きの尺1の刺身と尺1のふぐ引きです。尺1っていうのは33センチのことですね。で、その刺身包丁とふぐ引き包丁、実際ね、パッと見一緒なんですけど、見てください。この厚みの違い。こんだけ厚みが違うんですよ。この右側のふぐ引き包丁っていうのは別名テッサ包丁とも言われて、テッサっていうのはフグのお作りのことですね。あれをテッサって言うんですけど、なんでテッサっていうかもう鉄砲の刺身で略してテッサなんですけど、鉄砲の刺身っていうので、その鉄砲っていうのがフグのことなんですよ。なんでじゃあ鉄砲がフグかっていうと、そのフグってね、毒があるんですよ。もう超強力な毒。毒といってもテトロドトキシンっていう毒で、もうすっごい猛毒なんですよ。で、そのフグのテトロドトキシンっていう毒は、もしその毒に当たったら死ぬと言われてるんですね。で、その当たったら死ぬ。で、鉄砲も当たったら死ぬじゃないですか。っていう、当たったら死ぬっていうことで、フグは鉄砲って呼ばれるようになりました。で、その鉄砲の刺身。で、鉄砂包丁ですね。要はその柳刃包丁、刺身包丁のめちゃめちゃ薄いバージョンなので、薄作りに特化してるんですよ。もう薄作り専用包丁と言ってもいいです。もちろんこの左側の刺身包丁でも別に薄作りできなくはないんですけど、もうその薄作りをするために、やっぱりこの包丁の厚みも薄ければ薄いほど、かなりね、薄作りしやすいんですよ。すっごい薄いね、お作りが引きやすいんですね。だからそれ専用の包丁っていうのがありますね。では早速この包丁たちを見ていくんですけど、まず研ぐ前に、砥石に当てる前に絶対見ておかなきゃいけないことが、歪みだったりとか、破線だったりとか、その人がどういう研ぎの癖があるかってことを絶対見なきゃいけないんですよ。だからまずよーく観察します。で、観察した結果、こちらテッサ包丁ですね。こちらちょっと破線が乱れてるの分かります？ちょっとこの顎の方ですね。顎の方が若干へこんでるじゃないですか。だからまずこの破線が乱れてるなっていうのと、あとこの切っ先側のこのしのぎ側ですね。その峰側の方なんですけど、ちょっとここだけ色が違うというか、砥石に当たってないなっていうの分かりますよね。で、裏も見て、裏はかなり綺麗でしたね。裏ね、よくね、広げすぎてる人いるんですけど、裏の状態に関しては特に修正することがなかったです。和包丁って裏すきといって、これ平らなように見えて結構へこんでるんですね。えぐれてるんですよ。それが和包丁の特徴なんですけど、で、この周りの光ってる縁を裏押しと言います。よくあるのが、この裏を研ぎすぎて、この裏押しがね、広がりすぎてる人って結構多いんですよ。裏すきのベストな幅っていうのはもう1ミリぐらいなので、もうそれ以上広げたりとかしないようにするようにお願いします。では次、刺身包丁を確認します。刺身包丁もね、パッと見綺麗には見えるんですけど、いざ見てみると、まずこの顎の部分です。この顎の部分、かなりね、その段が出てるの分かります？これ、研ぎ癖だったり、小刃の付け方といって、最後、刃付けするときに鈍角にして刃をつけたりするんですけど、その時の癖だったりとか、そういったことでこのような状態となってます。だからこういう顎の状態になってるんだなと。で、あとやっぱり切っ先側ですね。やっぱり、テッサ包丁と同じように、このような感じで、ちょっとね、そのしのぎ側だけ、この色がちょっと変わってますよね。要はその切り刃通りに綺麗に当たってないんですよ。だからこれが一体どういった状態なのかまた確認する必要がありますよね。で、次、裏を見ていただくと、こちらですね、本焼きの特徴なんですけど、この刃文見てください。もうこのうっすら出る刃文かっこいいですよね。もう本焼きならではの刃文です。この刃文っていうのは土置きといって、本焼きって全鋼と言われる一枚物なので、すごくね、全部が硬いんですよ。だから、
硬いのはいいんですけど、衝撃にちょっと弱くなっちゃうんですね。そのダメージの逃げ場がないんですよ。だから本焼きの包丁ってちょっとした衝撃とか落としたりしたらパキーンってねすぐいってしまうような包丁ではあるんですけど、それを抑えるためにもこの土置きというものがされます。土置きというのはこの包丁の峰側にちょっと泥をね塗るんですよ。置くんですよ。で焼き入れすることによってその包丁の背中側だけちょっと焼きが甘くなるんですね。そこだけちょっと硬さが変わるんですよ。そのちょっと焼きを甘くすることによって簡単には折れないようなそういった包丁が生まれます。でその土置きのこの模様の形によってこの刃文の模様っていうのは変わるんですね。だからこういった波模様だったり、この波模様でもその粗かったりね、緩やかだったりとか、あと最近流行ってるのは富士山とかね、ちょっと山の形に置いてとか、そういったのが流行ってるんですけど、もう非常にかっこいいですよね。もう超かっこいいんですよ。はい、っていう本焼きいいですねって話でした。はい、あと表に戻って、この中心あたりのこのしのぎ側ですね。ここもちょっと怪しいですよね。で、次、刃線ですね。この刺身包丁に関しては、テッサ包丁よりもちょっとね、かなり乱れてました。見てわかる通り、波打ってるの分かりますよね。だからこれをまた後ほど修正します。では、ここからやっと砥石に当てる作業に入るんですけど、これはその包丁の構造でこうなってしまってるのか、その人の研ぎ癖でこうなってしまってるのかって、まだこの見ただけでは正直ね、ちょっとまだよくわからないんですよ。だから実際に今から砥石に軽く当てて、それを確認していきます。ではまず僕がよく確認用で使ってるのは、こちら1000番の砥石なんですけど、マグネシア製法の砥石ですね。なぜこれを使ってるか、その理由っていうのは、マグネシア砥石ってかなり平面出しに特化してるというか、結構ね、硬めの砥石なんですよ。だからどこが当たってる、どこが当たってないってね、分かりやすいんですね。だから僕はこの砥石を使ってます。で、このように軽くね、ちょっと当ててみるんですよ。そしたら実際見ていただくと、こちらの切っ先側、さっきの跡がなくなりましたよね。ってことは、さっきの切っ先側っていうのは、このように砥石に当てることができたので、やはりその人のちょっとした研ぎ癖でああなってしまってるんだなっていうのが分かりました。ただ本当にこの切っ先側のこの形状ってすごい難しいんですよ。だからね、あれってね、本当にすごいありがちなんですね。すごく難しいんですけど、ちょっとコツ言うと、左手の置く指の位置ですね。その指の位置をしのぎ側に置きます。できるだけ。で、刃元ですね。顎の方に関しては刃先側に指を置きます。こうすることで結構ね、綺麗に研ぎやすくなるので、ぜひね、やってみてください。どうしても切っ先の方もその刃先側に指を置いちゃうと、ちょっとね、立てちゃうんですよ。立てちゃうというか、立て気味になっちゃう人が多いので、それでさっきみたいな状態になる方っていうのが多いんですけど、その指の位置っていうのは直して、切っ先側はしのぎ側で、顎側は刃先側っていう風に、その奥指の位置を変えるとうまく研ぐことができるので、はい、やってみてください。では次ですね、しのぎ側はこんな感じで分かりましたと、次はこの刃線をもうこの時点で修正します。ここでね、ちょっとびっくりされた方いると思うんですけど、まず先に刃を鈍角にして、この刃のラインをもう決めちゃうんですよ、この時点で。だから普段はその砥石に当てる面ですね、切り刃の研ぎをしてから、その後、その刃付け、小刃付けとか糸刃付けって言って、ちょっとね、気持ち鈍角にして刃をつけるっていうのが基本的な流れだと思うんですけど、こういったものに関しては、最初にもうその刃付けの角度にしちゃって、で、それで研ぎ続けます。で、刃線を整えることができたら、その厚くなった分を減らすっていう作業ですね。そういった流れです。では、こんな感じで鈍角にね、今刃を整えてるんですけど、実際にこれやるときも本当にこまめに見ながらですね、刃を。本当にもう包丁の研ぎって修理なんですよ。何でもそうですけど、修理するときって、例えば靴の修理にしてももう何かの修理にしても、絶対見ながら修理するじゃないですか。それと修理と一緒なので、包丁ももう常に見ながら修理する、研ぐってことをしてください。で、そのさっきの刃線のその膨らんでた部分とか、そういったところを重点的に研いで、この刃線の乱れっていうのを修正します。ただ、ここで1個注意点、こちら見てください。こちら、この見えます？これ、返りがもうがっつり出てるんですよ。当たり前ですけど、その膨らんでたところを結構研いだので、これくらいのね、もう見えるくらいの返りががっつりつくんですね。で、その注意点っていうのが、この返りが出てると、その刃線って見づらいんですよ。だからこの返りを取る、ちゃんと刃線を見るために返り取りをします。その返り取りっていうのは、裏押しと同じ要領ですね。裏押しっていうのはこんな感じでペタッと当てて研ぎます。和包丁の裏っていうのはもう絶対に角度をつけないでください。もう砥石に対してもうペタッと当ててください。それでこういう風に裏を当てて、そのさっきの返りを一回ね、取り去ります。で、この裏研いでる時なんですけど、この時にもう裏押しをしちゃうんですよ。なんでかっていうと、そのさっき、その修正した時にめちゃめちゃ減ったじゃないですか。減ったってことはもちろん裏側のその裏押しも減ってますよね。
だからその裏の状態を見て、裏押しがね、ほぼなくなりかけてたら、この裏押しを出すっていうためにも、この段階でその裏をね、若干出してあげます。はい。っていうことも覚えておいてください。これちょっと面白い撮影できたんですけど、もう帰りがもうみるみる取れますよね。これ指で軽く触れただけでこんな感じでね、帰りが取れます。で、こんな感じで帰りを取って、またね、ちゃんと破線を確認して、で、まだ乱れてたら、まあ同じようなことを繰り返してっていう感じで、破線をきれいにします。で、こんな感じで破線が整ったら次の作業に移るんですけど、まあその移る作業の前に、やっぱりね、もう一回ちゃんとこの包丁をまた見てほしいんですね。っていうのはその刃先をよく見てほしくて、さっきの鈍角な研ぎを結構したってことはそれだけ厚くなってるんですよ。この小刃が、この二段刃と言われるものが。で、この二段刃が厚くなることはまあいいんですけど、ところどころ厚みが違うんですね。その多くしたところは当たり前ですけど厚くなってるので、厚いところとその小刃が薄いところがあるんですよ。ちゃんとそれを理解してこの後の研ぎに進まないと、その破れるって現象が起きてしまうんですね。破れるっていうのは薄いところを研ぎ続けるともう本当にもう薄くなりすぎて、そこだけ本当弱くなって、なんかね、もうそこが破れたかのようにもうすっごい脆くなっちゃうんですよ。それを破れるっていう表現をします。で、そうなってしまったらちょっと後々めんどくさいので、そうならないようにこのどこが厚いどこが薄いっていうのを理解して今からやるその切り刃の研ぎっていうのをしてください。はい。では次、ここでちょっとね、荒砥石の紹介をしたいんですけど、この荒砥石めちゃめちゃ良かったのでちょっと紹介させてください。こちら検証のいただきというシリーズで320番の荒砥石です。もう先言っときます。もうこれは買いです。本当にめちゃめちゃいいです。ソールドアウトですけど、こちらを使って研いでいきます。この荒砥石が本当にものすごい良くて、荒砥石なんですけど、なんかね、滑らかなんですよ。滑らかなのに研磨力もちゃんとあるっていうね、なんかね、僕の今まで使った荒砥石の中では、僕の中で今のところ歴代1位です。めちゃめちゃ研ぎ心地っていう面に関しては圧倒的1位ですね。ただ、研磨力、本当にもう研磨力だけで見たら、やっぱりダイヤモンドとかそういったものの方が、まあ研磨力はあったりするんですけど、そのダイヤモンド系のその砥石ってね、傷がめっちゃ深いんですよ。だからそれをね、後からまあ取り除くというか、後から消すっていうのがものすごいめんどくさいので、個人的にはダイヤモンドはね、そんなに使いたくない派の人なんですけど、このね、砥石はそれなりの研磨力があって、そしてなおかつ研ぎ心地が本当に、この研ぎ心地って本当に大事ですからね。よくホームセンターとかに売ってるその荒砥石ですね。ああいうのを買って研いでみた時に、もうその音ですね、そのなんかガリガリ言う音が嫌とか、その研ぎ心地が悪すぎて、砥石がね、嫌いになっちゃう人多いんですけど、もうこの砥石はそんなことないです。もうなんかね、気持ちいいんですよ。本当に。その疾走感というかね、もう滑るように、とにかくね、まあ気持ちいい砥石、気持ちいい荒砥石となっておりました。ソールドアウトですけど。はい。で、まあ研ぐコツですね。さっきも言った通り、和包丁ですね。こういった片刃包丁っていうのは、左手の指ですね。それを置く位置っていうのが結構大事なんです。この切っ先側に関しては、そのしのぎですね。できるだけしのぎ側に指を置きます。で、刃元の顎の方ですね。そっちに関しては、できるだけ刃先側に指を置きます。そうすることによって、綺麗にね、研ぎやすくなります。かなり。まあ、それなんでかっていうと、その和包丁ってテーパーといって、先に行くに従って細くなるってことをテーパーって言うんですけど、その包丁の背中ですね、峰を見ていただくとわかるんですけど、その刃元側と切っ先側で厚みが違うんですね。厚みがこうね、細くなってやってるんですよ。だから素直に砥石に当てたら切っ先側の方だけ極端に減りやすいんですね。よくね見られる包丁っていうのは切っ先側だけ極端に減りすぎて、顎の方は逆にもう刃がついてないっていうね、そういった極端な包丁も結構見るんですよ。だからそうならないためにも、その切っ先の方ですね、切っ先の方はできるだけしのぎ側に指を置く。で、刃元の方っていうのはできるだけ刃先側に指を置いて研ぐと比較的綺麗に当たりやすいので、ぜひやってみてください。はい。で、こちら320番で仕上げた後の状態です。もう見てください。なんか綺麗ですよね。荒砥石なのになんかまあ荒砥石なんですけど荒砥石っぽくないみたいな。もう何度も言うんですけど、これね、本当にね、いい砥石だなと思いましたね。ソールドアウトなんですけど。はい、仕上がりの状態ですね。この刃先の状態見てほしいんですけど、さっき言った通り、刃線の乱れを修正したってことは、厚いとこ、小刃が厚いとこと薄いとこがあったって言ったじゃないですか。だからそれをもう全部均一な厚みにしたいんですね。その状態までこの荒砥石で持っていきます。で、個人的に思う理想の状態っていうのが、この状態ですね。糸刃とかってね、言われるんですけど、もう糸のように、もう本当に目に見えるか見えないかくらいの二段刃です。その状態を全体に持ってくるんです。
ですね。そうなったらこの荒砥石っていうのはもう出番終了です。もうお疲れ様でしたって感じで次の砥石に移動します。本当にでも綺麗ですよね。荒砥石なのに。めっちゃ好き。ソールドアウトですけど。では次。こちら800番ですね。800番のレジノイド砥石というものなんですけど、なんでそのレジノイド砥石を使ってるかに関しては、僕これやるときいくつか試したんですよ。マグネシア、レジノイド、ビトリファイドっていくつか試したんですけど、なんかね、この包丁はこのレジノイド砥石とすごく相性がなぜか良かったんですよね。まあこの相性の良さっていうのはかなり個人差あって、僕の研ぎですね。僕の研ぎ方に関してはこのレジノイド砥石とでこの鋼材ですねっていう組み合わせがこれ良かったので、今回はこのレジノイドを選ばせていただきました。で、800番で研いでこのような仕上がりですね。結構もうこの段階でも結構綺麗になりますよね。で、次、こちら1000番です。1000番で研いだ後、こちら1000番の仕上がり、だんだん細かくなっていきますね。で、次、2000番。黄色い砥石に変わりました。砥石ってね、色鮮やかなんですよ。たまにね、美味しそうな砥石っていうのもあってね、なんか羊羹みたいな砥石があったりとか、食べたくなっちゃいますよね。はい。で、黄色い砥石、この2000番の仕上がりですね。こんな感じ。ね。すごくね、綺麗になってますね。で、次、3000番、ピンクの砥石ですね。やっぱりね、番手が上がるごとにその研ぎ感だったりとかね、まあ音ですね。音っていうのも全然変わってきますよね。で、はい、3000番の仕上がり、こんな感じです。綺麗になってきましたね。どんどんね、仕上げて磨いていくんですよ。これがまた楽しくてね。で、次、5000番ですね。5000番、こちらまた水色に戻りましたね。この砥石ね、このシリーズ、なにわの輝きというシリーズなんですけど、5000番と1000番のね、色がね、ほぼ一緒なんですよ。もうちょっとね、色変えてくれてもよかったのかなとは思うんですけど、まあそういったちょっとしたね、僕の不満というかご意見でした。で、こちら5000番の砥石、もうかなり綺麗になりますよね。結構もう自分の顔が映るくらい、まあめっちゃ鏡面ってわけではないんですけど、かなり綺麗な状態にまで持っていくことができます。綺麗ですよね。まあここで注意しなきゃいけないのが、やっぱりそのさっき言った破れるって現象ですね。それが起きないために、この糸刃ですね、この二段刃は常に見続けながら研ぐようにするってことをしてください。じゃないとね、気づいたらもう破れてるとかそういったことが起きてしまうので、はい、気をつけて研いでください。ちゃんとね、綺麗にブレずに研ぐことができれば、こうやってね、しのぎとかもね、ちゃんとね、立つんですよ。そのしのぎと平のその山がね、ちゃんとね、くっきり出るんですよ。こうね、なっていくのがね、また気持ちいいんですよね、研ぎって。で、次、はい、こちら登場しました。中山きんに君。この中山きんに君、まあ天然砥石の中ではまあすごく人気なものなんですけど、この中山っていう天然砥石はまあその山ですね、山があって、その京都で採れるまあ合わせ土と言われる仕上げ用の天然砥石です。で、この天然砥石に関してはちょっとね、いろいろ喋ると長くなってしまうので、以前ね、いくつか天然砥石の動画を出したので、ぜひね、そちら気になる方はご覧ください。もう今一言で言うと、この天然砥石で仕上げると、その天然砥石ならではの切れ味だったり、天然砥石ならではのその仕上がりの見た目の状態っていうのになるんですね。で、あとやっぱり天然砥石ならではの研ぎ感、天然砥石ならではのその匂いとかもそういったことも本当に魅力たっぷりな砥石なので、もしね天然砥石に興味ある方っていうのはもう沼にはまることを覚悟してもう突き進んでください。もう天然砥石に。で、今回その紹介というか今回研いだ砥石っていうのがこの中山という砥石です。こちらもねいくつかこの包丁に対していろんな天然砥石比べたんですけど、ちょっと今回この当たりが良かったっていうのが今回この中山きんに君だったので、このきんに君で研がせていただくことになりました。きんに君の特徴としてはかなり研ぎやすいっていうのもちょっとね柔らかめなんですよ。ただ柔らかすぎずちょっと柔らかいって感じです。で、泥が研いでるうちに結構出ますので、その泥を育てながらこんな感じで研いでると綺麗なね仕上がりになるので、そんなねどんな仕上がりになるんだろう、どんな切れ味になるんだろうってことを僕はねワクワクしながら今研いでます。はい研ぎたくなってきましたね。まあ、この天然砥石の研ぎっていうのはさっきの研ぎ人造砥石の研ぎと一応なんかやり方、その研ぎ方っていうのは基本的に一緒なんですけど、人造砥石と違ってちょっとね天然砥石っていうのは基本的に小刻みに動かしてますね。あまり大きく動かしたり力を強く入れてしまうとその地を引くって言ってちょっとねまあガリッといったりとかうまく研げなかったりするので、比較的天然砥石っていうのは結構小刻みで動かすことが僕は多いですね。もちろん人によっては結構ね天然砥石も大きく動かす方っていうのはいると思うんですけど、僕はかなり小刻みに動かす派です。見てる方はねどうですかね、どんな感じで研いでるか、もしご意見あれば教えていただきたいと思います。はい、では次の作業が結構大事で、この天然砥石で僕は今回刃付けをしました。最後ちょっとだけ鈍角にして刃付けをします。で、こんな感じで刃付けをするんですけど、ここでまた注意点。ちゃんと刃付けした後返りが出てるかどうか絶対確認してください。実際音聞いてみると
わかりますかね。こんな感じでシャッシャッシャッって音聞こえると思うんですけど、本当にかすかな音なんですよ。音というよりも本当に指でこうやって当たる感覚ですね。この感覚がちょっとしたもう些細な乖離ですね。それが出てなかったらこの天然砥石の刃っていうのはついてないので、必ず顎から切っ先まで全て出てるかどうか確認するようにしてください。で、次大事なのが帰り取りですね。ちゃんと裏にペタッと当てて帰りを取っていきます。で、帰りがちゃんと取れたかどうかね、指でまた確認します。で、こちら綺麗ですよね。この裏押しの状態、もう細い裏押しですよね。もうこのくらいでいいんですよ。これかなり細めの裏押しで、裏押しっていうのはなくなっちゃダメなんですね。なくなってもいけないし、ありすぎてもいけないんですよ。だからもう1ミリ前後というか、もうそのくらいを目安にこの裏押しっていうのはつけるようにするようにしてください。はい、綺麗ですよね。この裏押しっていうのは僕ね、腎臓の交番手の砥石でやるのが好きで、この砥石ってすごく光りやすい砥石なんですね。だから裏押しをこの砥石で仕上げることによって、その周りの縁だけピカーって光るんですよ。で、そのへこみの裏すきがあって、その平らの裏押しがあってっていうのね、その境目がね、パキッとするんですよ。それがね、気持ちいいですよね。はい。で、こちら天然砥石、中山きんに君の砥石です。もう素晴らしいですよね。やっぱね、なんて言うんですかね、すごく惹かれますよね。素敵に仕上げることができました。で、最後ね、僕これ好きなのが、最後ね、指でね、その刃がちゃんと立ってるかどうかね、弾きながら確認するんですけど、こちら聞いてください。はい。もう楽器ですよね。すごくね、いい音を奏でるんですよ。もうこんなん絶対切れるじゃないですか。もう間違ってもね、もうこうはできないですよね。もう多分こうやってやっただけでも多分切れる。だからもうそうやらないように、間違ってもそっち側にしないようにしてください。はい。ではこんな感じなんですけど、もちろんその刺身包丁、柳刃包丁の方も同じように仕上げます。実際こちら柳刃包丁かなり刃線乱れてましたよね。で、その刃線を結構鈍角にして、で、研いでこの刃線を先に修正します。こちらが修正した後なんですけど、もうこの時点で整えちゃうんですよ。もうラインを。だから次からの時でこの二段刃を消さないように研げば、その刃線が動くことは絶対ないじゃないですか。だからまず刃線を整えて、で、その二段刃を消さないように、その厚みを調整するんですね。全部が均一な二段刃になるように、その後厚みを調整するっていう研ぎをしたのが今回の研ぎですね。はい、という感じなんですけど、ここでちょっとある疑問をね、抱いた人いると思います。今回の研ぎ方はもう全ての研ぎにおいて、普段の研ぎにおいて、その研ぎ方でいいんじゃないかってね、思われた方いると思うんですけど、別に問題ないです。むしろその研ぎ方の方が間違いないというか、それが一番個人的にもいいなとは思います。だから僕が一番今日伝えたいこととして何が言いたいかっていうと、その二段刃ですね、コバを意識した研ぎをしてほしいんですね。そのコバがなくならない限り、刃線ってね、絶対に移動しないんですよ。だからちゃんとこのコバの厚みを絶対に見ながら、毎回見ながら研いでいく。で、よくあるのが、大体人によって癖があるので、その癖、自分の癖はどういった癖があるんだろうってことを意識するんですね。今回の場合だったら、ちょっと刃元側がね、極端にちょっと減ってたりとか、切っ先側だけちょっと立ててたりとか、そういった癖がありましたよね。だから自分の癖はどういった癖があるんだろうっていうことを確認するのも大事なんですけど、やっぱりその刃線が乱れる原因っていうのは、まずコツとしてはやっぱり今日の研ぎですね。とにかくにその二段刃を最初につけて、刃線を修正して、で、その二段刃を調整しながら研ぐっていう研ぎを続けたら、絶対にね、上手くなるので、ぜひ続けてみてください。で、ちょっと話脱線してしまったんですけど、そのさっき言った、じゃあ全ての研ぎは今日みたいな研ぎでいいんじゃないかってね、思ってる方いると思うんですけど、もう、刃線が整ってたら別にそれしなくてもいいんですよ。僕がそうですけど、僕今日みたいな研ぎ普段してないです。普段はちゃんと切り刃から研ぎ始めて、だんだん薄くなってたら最後にね、鈍角にして刃付けをするっていうスタイルなんですけど、要は刃線がね、もうすでに整ってたりとか、その人に全然癖がない、研ぎ慣れてるって人に関しては、今回の研ぎは別にする必要ないです。してもいいんですけど、僕は今日みたいなちょっと特別な場合にしか、してないので、そこは使い分けで、そこは好みですね。別にもちろん正解はないので。なので参考にしてみてください。はい。今からですね、実際にここに仕上がった包丁があるので、試し切りというか、ちょっとね、新聞だけカットさせていただきたいと思います。今回はちょっと音を聞いてほしいなと思って、まず比較するものとして、腎臓砥石の刃付けの新聞の切る音ですね。ぜひ聞いてください。こんな感じですね。では次、こちら天然砥石で仕上げた刺身包丁、白に水本焼きですね。はい、もう分かります。もうなんか音がもうなんか、みたいな感じですよね。もう絶対
対切れるじゃないですか。絶対気持ち、絶対もう食材切っても気持ちいいじゃないですか。で、絶対自分の手間違って切っても絶対痛くないじゃないですか。もう素晴らしいですよね。まあこれが天然砥石の仕上がりの実力でもあるし、やっぱりこの白煮水本焼きの実力っていうのもね、すごく魅力的ですよね。もう素晴らしいですね。あ、で、ちょっと面白い情報というか聞いたのが、なんか新聞ってね、こっち側に切るのとこっち側に切るので、ちょっとね、切り心地違うんですよ。これを最近ね、視聴者の方に教えていただいて、僕も試してみたら全然違いました。まあ、全然ってほどでもないですけど、やっぱりちょっとね、違うんですよ。もちろん新聞の種類によって違うと思うんですけど、僕が持ってる新聞っていうのは、この文字に対してですね、文字に対して、こうやってね、こっち側、この縦にこうやって切ると、まあ、こういう感じで切れるんですけど、こっち横向きですね。横向きの方が、めっちゃ切りやすい。横向きの方が抵抗がないんですよ。っていうね、まあどうでもいい。どうでもよくはないんですけど、どうでもいいですけど、まあこういった切り心地の違いがね、あるんだなと思いました。ちょっともしね、新聞、まあ切る方いると思うんですけど、ちょっとやってみてください。はい。っていう新聞カットのお話でした。で、今からですね、最初にお話ししたその3本目の包丁ですね、広報無双正国という包丁があるんですけど、その包丁も玄海さんの包丁です。今回も玄海さんなので、もうこんなね、もう幸せなことないんですよ。研がせていただくっていうのが。本当にもうありがとうございます。ではその広報無双正国っていうのは、広報っていうのはその白鵬さんっていうその研ぎ職人ですね。もう伝説の研ぎ職人って方がいて、その方が研いだ証の包丁、そして正国っていうのはその玄海正国さんですね。で、無双って何かなと思って、まあその依頼主さんに聞いたりとかちょっと自分で調べてみたんですけど、無双っていうのは白一に使われるその銘だそうです。こちら白一水本焼きの刺身包丁なんですけど、まあその白一の鋼材本焼きの包丁にはこの無双っていう銘が入るみたいですね。はい。で、こちらの包丁もね、研がせていただいたんですけど、まあ、硬いんですよ。まあ、硬い。もうね、白一水本焼き、白に水本焼きで、まあ、同じような刺身包丁の形状を研がせていただいたんですけど、もうこの2つでも全然違う。もう水本焼き自体でめちゃめちゃ硬いんですけど、もう白一でももっと硬いんですよ。もうめっちゃ硬い。もうね、砥石に当てただけでももうね、カッチカチなんですよ。もうカチッとしてるんですよ。なんかすごいね、重たい感じというか、がっちりしてる感が本当にすごいです。だからね、この白一水本焼きはもう本当に綺麗に研いだらめっちゃいい刃つきますよ、絶対。で、今回はその研ぎ感をね、ぜひ味わってくれということで、少しの間ね、お借りしてちょっと研がせていただいたんですけど、本当にもう貴重な体験をさせていただきました。めちゃめちゃ硬い。びっくりしました。で、今からですね、このご依頼主さん、その方たちがこの包丁への思いとか、この包丁と出会ったきっかけっていうのを僕ね、お聞きしたので、そちら紹介したいと思います。では早速、広報無双正国の包丁の方から。その方は今はね、料理の仕事をしてないらしいんですが、以前は板前としてね、働いてたみたいです。で、こちらの方はその包丁をね、まあ譲り受けたものらしいんですけど、師匠からですね、譲り受けたみたいなんですけど、その師匠の話で言うと、その包丁を作ってもらうのに半年ぐらいかかったそうです。で、さらにその当時ですね、その当初は50万くらいしたそうだとか、50万ですよ。すごいですね、50万。皆さん払えますか ?50 万。まあでもこの広報無双正国っていう包丁はそれぐらいもうプレミアがついてるんですよ。もう本当にもうめっちゃもう超すごい包丁なので、もう100万ぐらいしてもいいかもしれないですね。で、思い入れですが、初めて使用した店が静岡の旅館だったのですが、よくそこで面倒を見ていただいた方がその方、その師匠ですね。で、地元の仙台に帰って5年くらい経ったある日、その方から電話が来て、使ってくれということで送られてきました。使ってくれって僕も言われたいですね。使ってくれってすごいですね。それだけ信頼されてたってことですね。とても感動した思い入れのある包丁ですということで、そう、ここでちょっといい話です。よくその師匠に言われていたのが、いい包丁が料理人を育てる。だから包丁はできるだけいいものを使い、大事に使えと言われてるとのことでした。本当にね、もう本当にその通りだと思います。いい料理っていうのはいい道具からです。だからいい包丁っていうのはその料理人自身を育てるっていうことですね。本当にね、その通りだなと思いますね。はい、ということでお借りすることができて、研がせていただくことができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。では次、こちらの2本のご依頼主さんですね。まず最初にフグ引き包丁を買いました。経緯としては今年フグ試験に合格するという意気込みと自分の技術のさらなる向上という思いで買いました。いつもお世話になっている包丁屋さんと話して本焼きのフグ引きを買おうと決心し、聞いたところいいのがあるよと言われ持ってきてもらったのが玄海正国のフグ引きでした。まず一目見た瞬間にこれだと思ったのと、持ってみた感想も手にすごく馴染んでこれ以外にはないなとほぼ即決でした。今までも白煮や青煮のフグ引きは使っていたのですが、ここ2年ほどでオイリさんの影響だったりいろんな YouTuber の包丁を見ていると水本焼きに憧れを抱くようになって早く
く使ってみたい。どんな切れ味なんだろう。研いだ時の感覚はどこまで違うんだろうと想像でワクワクしてました。ちょうどその時にこの包丁を勧められたので、迷わず一生ものとして料理人としての技量を一段と磨ける相棒として迎え入れました。ただ今の自分の研ぎの技術だと切れ味は良くなってもきちんと研げていないと判断したので、オイリさんに頼らせていただきました。柳の方はふぐ引きでこんなにも違うのなら柳はどれだけ違うのだろうかと悩み始めて、でも悩んだら解決せずにはいられずに、また同じ包丁屋さんに聞いてみたところ、玄海正国があるよとのことで、ぜひそれをと即答してしまいました。普段使っているのが青一の柳か V 金の本焼きなので、そこと比べるとどれだけ違うのか考えるだけでとても気になってしまう性格で抑えきれませんでした。そうなんですね。悩んだら寝れないタイプですね。はい。この2本の包丁に関しては自分の宝であり、この時の気持ちを忘れないようにさせてくれるものだと思っています。先々つまずいたり折れそうになった時、この包丁を見て自分を鼓舞できればと、仕事を始める前はこの包丁を見て頑張るぞと意気込んで仕事を始めてます。いいですね。周りからは包丁が好きすぎて変態と呼ばれていますが、一料理人として料理の技術、盛り付け、味付け、見せ方、お客様への気遣い、お見せするのだったら店内のしつらいや汚れ等気にする点はたくさんありますが、まずは自分の使う道具にこだわって綺麗に研ぐ、刃が欠けていないか、錆びていないかなど気にしないと、他も同じように気づけない、仕事も適当になると思っていますので、変態上等という気持ちになっています。現在30本ほど持っていますが、一本一本に思い入れがあり、全部使いたいと思っているほど愛着、愛情に満ちています。なので、今回お渡しした2本は自分で綺麗に研げず、悔しくてこのままだとダメだと思いお願いしました。ぜひよろしくお願いします。ということで。はい、という感じでね、もうお二方ともすごい思いがあるような方で、その気持ち受け取りました。やっぱりね、そういった包丁への思いっていうのを聞くことによって、僕ね、すごくやる気になるというか、やりがいっていうのがね、もうめっちゃあるんですよ。だからね、こうやって教えていただき、本当にありがとうございました。で、料理人の皆さん、料理人じゃなくても、普通に包丁を使ってる方、包丁が好きな方も、いろいろそれぞれ一人一人思い入れがあると思います。やっぱりその思い入れっていうのをね、大切にして、その初心を忘れずにこれからその研ぎに向き合ったり料理に向き合ったりしていったらいいと思います。いいね、包丁ライフを送れると思うので、ぜひね、もう包丁をもっともっと好きになって、でもっともっと研いで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 、砥石ももっともっとね、たくさんもう人造砥石も天然砥石ももっともっと集めて、もう全員もう沼にはまればいいのにと思ってます。はい。ということで今回の動画以上となります。ありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。